世界の辺境マニアです。私は、現在、中国のチベットにいます。チベットには、深い祈りに満ちた風習があります。彫塑と呼ばれるものです。亡くなった人の体を、山の上で切り分け、ハゲワシに託して天へと返す。それは、死ではなく帰るという考え方。チベットの人々にとって、肉体は大地へ、魂は天へ。5つの自然の力に返すことが、祈りなのです。肉体は他の命を生かし、魂は風に乗って、再び巡り出す。この、彫塑は、チベット政府によって正式に保護され、見学も撮影も、すべて禁止。その神聖な場に、外国人の立ち入りも固く禁じられています。ただ今回は、長年の付き合いのある、仲の良いガイドが、特別な許可を取ってくれました。概要欄にガイドさんの情報を、掲載しておきます。彫塑の場所はラサから約 150km。車で約3時間。標高4600メートルの山の上。そこにあるのが、12世紀に建てられた、自供提寺。この儀式は、目撃されないように、彫塑の場所は、壁で囲まれています。壁の中では、想像を絶する儀式が行われていました。実際に目にした、彫塑は、想像をしていたよりも、はるかに衝撃的な光景でした。干嘛？因为我车里面监控我们的话，你为什么之前不告诉我？你那个车里面的那个监控用的是用来那个监控客人的，那是用来人家客人丢东西啊，他那些的。现在安全都给我打电话，现在安全都给我打电话过来了，因为中文他们给我写过了以后给客人解释。你怎么这个话的起源？你为什么要告诉停车？他们在停车的时候，你为什么你说人家客人讲的车里面的那个监控是监控？你怎么跟客人讲的嘛？不是投诉的。你是不是说了车里面有监控？那怎么客人说为什么说车里面有监控？这方肯定是影响客人。你是怎么说的？我说不是我现在说，这是你怎么你这个反正中文。
快看你们走那么快，我。実際にチベットの彫塑をこの目で見て感じたのは、怖いものではなく、神聖な儀式だということです。高い壁で囲まれた敷地の中には、ロープで仕切られた柵があり、その内側には、遺体の親族だけが立ち入ることができます。柵の外側では、寺院に参拝に来た人たちが静かに見守っていました。不思議なことに、私はなぜかその柵の中、遺体のすぐそばまで入れてもらうことができました。敷地内には多くの警察官がいて、常に見張っています。ここではスマートフォンを触ることすら許されません。以前、撮影した人がすぐに見つかり、警察に連れて行かれて1日戻れなかったという話も聞きました。この寺院では、僧侶が人々の前で、亡くなった方の体を解体し、ハゲワシへと供養します。地域によっては、長男が親の体を解体する習わしもあるそうで、その際は、男の子だからと、涙を見せてはいけないと言われているそうです。また、長男がいない場合は、専門の供養師に依頼することもあるそうです。私が見た彫塑は、ハゲワシは僧侶の指示に従うように慣れており、待て、という合図で、静かに待ち、食べろ、という合図が出ると一気に近づいて食べ始めました。やがて体が骨だけになると、僧侶はそれを集め、切り株の上で、さらに骨を細かくしてハゲワシへと渡していきます。印象的だったのは、人の皮膚も鶏の皮のように、簡単には裂けず、僧侶が切り株の上で、人の皮膚を細かくしてから与えていたことです。もう一つ忘れられないのは、ハゲワシたちが遺体の頭部の中をついばむ光景。何とも言えない衝撃的な感覚を受けました。その周りでは、大勢のチベット民族衣装を着た人たちが、お経の大合唱を行っていました。世界の辺境マニアです。このチャンネルでは、日本人がほとんど行かない、辺境や秘境ばかり行っています。旅して回った国は、70カ国以上。有名観光地には興味がなく、日本人が、ほとんど行かない辺境の地で少数民族の生活と触れ合うのが好きです。1年間の3分の2は旅をしていますので、これからも、どんどん、辺境の動画を投稿していきます。興味のある方は、最新辺境情報を見逃さないように、ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。